じゃカネコでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。赤ナマコっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。赤ナマコ。っていうことでね、赤ナマコ、もう出てました。赤ナマコって冬のイメージなんですけど、なんかもう売ってたんですよね。なので、買ってまいりました。で、今日はですね、日本三大珍味の一角、この綿を作っていきたいと思います。世界の三大珍味がトリュフ、フォアグラ、キャビアですけど、日本の三大珍味が、塩ウニ、あとカラスミ、そしてこのナマコの腸を塩漬けにしたもの。この綿。これが江戸時代から伝わる日本三大珍味というものです。珍味というだけあって、結構癖があって、好き嫌いがもう完璧に分かれる食べ物です。僕も20代前半はもう全然食べれなかったんですよ。年取るにつれて、もうこの綿たまらなく好きになっちゃったんですよね。僕、イカの塩辛よりこの綿の方がご飯と食べるなら好き。なんで今日はこちらの新鮮な赤ナマコの内臓を使って、この綿を作っていきたいと思います。そしたらじゃあ開けていきましょうか。出てらっしゃい。結構入ってるな。はい、こちらが赤ナマコですね。一般的に流通するナマコって3種類いて、1種類目がこの赤ナマコ。で、次に青ナマコ。で、もう一つは黒ナマコっていうのがいます。黒ナマコは中華とかで使われる干しナマコ。あれの原料になることが多いです。生食でナマコポン酢で食べるナマコは青ナマコと赤ナマコ。これがほとんどですね。で、値段的には青ナマコより赤ナマコの方が高いです。青ナマコと赤ナマコ、味の違いはどうなのって言われると、僕もね、なかなか答えづらいです。青ナマコの方が柔らかいような気もします。で、生息してる場所も、青ナマコは、なんかこう、泥っぽいようなところに生息してるって言われますね。で、赤ナマコは、結構岩場に生息してる場合が多いみたいですよ。はい、というわけで、ナマコやっていきましょうか。で、問題がここからなんですよ。この綿が抜かれてないか。これどういうことかというと、出荷の段階で特殊な器具をなんかお尻とか口から突っ込んで、内臓だけ出して、これ出荷される場合があるんですよね。そういうナマコを僕買っちゃってたら、今日はこの綿作れません。でね、ちょっと不安なんですよね。ちょっと古いんですよ。茶色がつきますよね。すごく弱ってるのと、袋の中に腸が少しも出てなかった。大体ナマコってびっくりすると腸は出すんですよね。こんだけいるのに腸が一本も入ってなかったんで、ちょっとこれ危なそうだな。で、ナマコの鮮度の見極め方なんですけど、こういうナマコ最悪ですね。こう模様がなくて、こう、ちょっとね、ヌルヌルしてるやつ。大体ちょっと今日の鮮度が悪いんですけど、いいナマコっていうのはね、こう、イボイボとか、こう裏のこのボツボツがしっかりしてて、溶けてないやつ。でもこういう風に溶けてるナマコはね、あんま良くないですね、こうやって。溶けてるやつ、こうやって糸引いちゃうような。こういうのは買わない方がいい。こいつとか完全にダメですよ。ほら、ドローンって溶けてますよね。これはもう生コスでも食べれねえなっていうレベルです。ではさばいていきますね。さあ頼む、入っててくれ。1個目。うわやられた。完全にやられてる。マジか、俺初めてやられた。これ入ってないっす。これは入ってない。これね、完璧に抜かれてますね。ちょこっとだけしか入ってない。これやられましたね、これ。お、ちょっと入ってるか、これは。でもね、ほとんどないな。微妙に。ここね、このふわふわってしたやつ、二の綿って言うんですよね。で、腸より香りが薄いんですよね。なので、安いんですよ。肝心な腸は完璧に取られてますね。これ全部いかれてるな。いや、怪しいと思ったんだよな。これネットで買ったんですけど、やっぱネットで海鮮買っちゃダメだな、これ。これ生コスで食べるにしても、こんな溶けてちゃダメだな。何個かでも生コスで食べたいな。いやでもこれボツにしたくないな。こういう現状があるっていうのを皆さんに知らせたい。これ結構ね、料理屋さんとかそういう界隈では有名な話なんですよ。この綿抜かれてる生コって。これは入ってる。これはあった。よかった。よかった。皆さんにこれが見せれただけで OK。これが、ちょっとだけ入ってますけど、これがこの綿です。これはうまく抜き取れなかったんですね。これ。ちっちゃいけどこれこの綿です。で、ナマコは餌と一緒に泥も捕食してしまいますんで、この腸の中にこう泥が入ってるんですよね。この泥は指でこうやってしごきます。シューッと。これ泥ですね。これで1匹分。本当はもうちょっと入ってるんですけどね。多少抜かれてますね。これ悪いナマコだな、これ。またネットの闇になっちゃったじゃん。これも、入ってねえな。これはなんかふっくらしてるから、入ってそうなイメージ。
入ってないですね。腸も抜かれてるんですけど、卵巣も抜かれてるな。で、ナマコの卵巣ってこの子って言うんですけど、超高級なんですよ。カリッカリに干して、ちょっと炙って食べるとめちゃくちゃうまいんですよね。卵巣と腸だけ見事に抜かれてます。本当にない。ラスト1匹。このふわふわってしたやつしかないですね。あんまり香りのない。はい、こんだけ開いて、1本しか取れませんでした。まあこういう現状があるっていうのを伝えれたんでよかったかな。動画的には。いやでも生コスいっぱい作って食べようと思ってたんですけど、ちょっとこれいけるかな。これとかも絶対無理でしょ。こういう生子とか牡蠣とか血の気のない古いものを食べて当たると、むちゃくちゃきついって聞くんですよ。だから1尾ぐらい良さそうなのはないかな。これはまだいけそうですね。こいつちょっと生コスにしましょうか。で、僕ね、冷凍庫にこの綿常備してるんですよ。今日はこの綿持ってきます、それ。既製品のやつでいきます。はい、そしたらこちらが既製品のこの綿ですね。僕がよく買って食べてるメーカーさんです。これ容器から高級感が伝わりますよね。これでね、6000円ぐらいしますね。高いんですよ、この綿って。で、原材料が生子の腸、塩。で、明板もちょっと入ってるみたいですね。こいつなかなかうまいですよ。さすがに旬の生のやつには負けるんですけど、1年通して食べれるんでね、これ結構重宝してます。で、中開けるとこんな感じになってるんですね。直接入ってないんですよね。袋に入ってます。で、これを溶かして食べていくと。流水で解凍していきます。割とすぐ溶けると思います。で、溶かしてる間に、生子の処理。で、生子にお塩をたっぷり。で、これザルとかでこすってあげると、網目でしっかりとこすれるんで、ぬめりが取りやすいですね。とにかくぬめりを落とす。むちゃくちゃぬめりが出るんですよ。特に溶けかけてたんでね、ほら、すごいですよね。ピーナッツバターみたいに出てきます。すごい。で、これやればやるほどぬめり出てきて、切りないんで、もう大体ざっくりと取るぐらいで OK ですね。よし、OK。まあ、こんなもんでいいでしょう。はい、綺麗に洗いました。腐ってはなさそうですね。そしたら、半分に切って、一回酢で洗うか。お酢を入れて、で、お水もちょっと。で、この中に入れて、軽く酢洗いしていきます。これ、ぬめりの強い魚介っていうのは、塩も効果的ですけど、この酢も効果的なんですよね。特に生子とかはね、こう酢をつけてあげると、こう締まるんですよね、こうやって。よし。そしたら、あとはお好きな大きさにブツブツと切っていきます。僕、このぐらいが好きですね。あんまり太すぎるとね、もうゴリゴリなんで、このぐらい。このぐらいが好きですね。で、ここにくちばしがついてますんで、くちばしは落とします。食べれないってことはないんですけど、ちょっと硬いので、生子は捨てるところが本当にないんですよね。よし、OK。そしたらこちらをお皿に移して、お好みの酢を入れていきます。三杯酢が一般的なんですけど、僕はね、このポン酢これでさっと食べるのが好きです。鮮度のいい生子をポン酢でいただく。このシンプルな食べ方が大好き。お好みで大根おろしとか、もみじおろしとか、朝月とか、生姜とか加えても美味しいと思いますよ。はい、これで生コスの完成。今日はシンプルだね。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。はい、これ、解凍し終わりました。この綿でございます。結構入ってますよね。あのちっちゃいやつから、あの1本です。出てきたのが。それを考えると、7個何匹分ですかって話ですよね。で、この腸もね、かなり太いです。いいのが入ってます。で、この綿って結構長いんですよね。で、長いものは食べると、喉にこう、ちょっと引っかかる感じもあるし、すぐなくなっちゃうんでもったいないんですよね。なので、食べるときは僕はこうやってね、ハサミでちょんと切ります。こうやって、チョキン、チョキンって、もちろんハサミは綺麗に洗って消毒してくださいね。だいたい3センチから5センチぐらいですね。このぐらいに切っちゃいます。よし、OK。はい。そしたらこれをご飯の上にかけて食べるんですけど、僕はここにすだちを絞って軽く締めてあげる。こうやって食べるのが僕好きですね。で、わさわさーっと混ぜて、よし。そしたらこのほかほかご飯の上に、このすだちで締めたこの綿を乗せると。こういう感じで。これを、ちょっとこの綿乗せて、いただきます。うわ、たまんねえ。この磯の風味とご飯の甘さがね、合うんですわ。最高。この食べ方は贅沢ですよ。
もうここに乗ってるやつだけで、おっきいナマコ1匹分の腸はあるでしょうね。で、すだちで締めることによって、この生臭みがかなり軽減されるんですよね。なんでとても食べやすくなると思います。かといってこの綿の風味、これは損なわれないんですよね。そしたら次、ナマコの身を食べてみましょうか。まさかこんな早い時期に赤ナマコ食べれると思いませんでしたね。いただきます。美味しい。歯ごたえバッチリ。全然腐っておりませんね。ナマコポン酢うまいな。ナマコって多分低カロリーですよね。ナマコ、カロリー出てきました。100g あたり22キロカロリーですって。めちゃくちゃ低カロリーじゃん。最高のおつまみですね。はい、ということで今日はこちらのこの綿とナマコポン酢ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、緑色のやつ。この綿は日本酒か緑茶でしょうな。今日はご飯食べてますんでね、緑茶でいきたいと思います。お酒だけが全てじゃないですからね。いただきます。この口の中に広がる生臭さを緑茶が綺麗にリセットしてくれます。これはうまい。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はインターネットで赤ナマコ買ってこの綿作ろうとしてみましたけども、見事に失敗しましたね。でしかもあれ結構高かったんですよ。1万円弱ぐらいしましたね。いや、この綿抜いてあるんだったら説明欄かなんかに書いておいてほしかったですね。でも本当に冒頭でも言ったように、ナマコ買ってこの綿抜かれてるってことすごいあるんですよ。で、この綿抜きのナマコ買っちゃうと、すごく弱ってるんですよね。だから鮮度が悪いものが多いんですよ。日持ちしないし。なので皆さんもナマコ買うときは、ちょっとこの綿注意して買った方がいいかもしれません。大体ね、びっくりして、ちょっと出すんですよね。完全には出さなくても、ピロピロってこの綿が出ちゃうんですよ。なんでこの綿がピロピロって出てるナマコを買うと、この綿も味わえるし、鮮度のいいものに当たるかなと思います。で、今回インターネットで、他の県のナマコ買ってやりましたけど、地元で採れたやつを使ってやりたいと思います。僕の住んでる地域もナマコめちゃめちゃ採れるんで、最高のナマコを買って、自家製この綿、今年の冬、またやりたいと思います。というわけで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。こういう動画もね、ありだよね。リアルですよ。ボツにしようか迷ったけど、あげちゃう。